なぜ韓国で辛い料理が好まれるのでしょうか。結論から先に言うと、よくわかりませんでした。これという決め手となるものを私は見つけられませんでした。辛いキムチなどを日常的に食べるようになり、辛いものへの耐性がますます高まり、どんどん辛くなっていったのでしょうか。お話ししていきますね。韓国の南部は暖かい地域ですが、ソウルなどの北部は特に冬は寒くなります。唐辛子が伝わった頃は毒と思われていたけれど、100年ほどの年月をかけて体を温めてくれる食品として広がっていったのかな。ロシアにおけるウォッカのような存在なのかなと私は思っていました。辛いキムチや唐辛子を使った料理は18世紀頃から文献に見えます。ところが韓国で唐辛子を使ったとっても辛い料理が好まれるようになったのは、なんと1970年代頃からだそうです。17世紀頃から400年ぐらいの歴史があるのかなと思っていましたが、約50年前からなのですね。そういえば現地で韓国の宮廷料理をいただいたのですが、辛くなかったです。宮廷料理というスタイルが完成した後に唐辛子が伝わったからでしょうか。とっても辛くなったのはなぜでしょうか。1970年代に何が起きたのでしょうか。その頃の韓国は急速な経済成長期でした。食文化が多様化し、外食産業が発展しました。辛くなっていった理由をいくつか考えてみましょう。一つ目、キムチに唐辛子が使われるようになり、他の料理にも使用されていった。韓国料理に辛い味が定着していき、辛さに対する耐性がつくことで、ますます辛くなっていった。2つ目、辛い食べ物は体を温めてくれる食品として好まれた。3つ目、唐辛子には食品の保存性を高める効果がある。4つ目、唐辛子を食べると汗が出て代謝が良くなると考えられた。5つ目、ストレス解消になる。唐辛子のカプサイシンという成分が作用して体内でアドレナリンやエンドルフィンが分泌されます。エンドルフィンは幸せホルモンと呼ばれていて、ストレスを鎮めたり満足感や幸福感をもたらします。
辛くなっていった理由は以上などでしょうか。5つ目のストレス解消になるっていうのはとても納得です。私の中で限界ギリギリの辛いものを食べている時って無心になっているかもしれません。咳したらやばいぐらいの辛さのものですね。むせたらあかんやつね。食べきったら食べたという満足感も実感します。幸福感があるかどうかはわからないけれど、無心で食べることでストレス解消になっていると思っていたけれど、アドレナリンやエンドルフィンの効果だったのかもですね。辛いものの食べ過ぎは胃腸の粘膜を痛めてしまったり、心臓に負担がかかるそうです。辛いものを食べた翌日、お尻痛くなりますよね。お腹が緩くなることもあります。体に負担がかかっているかもですね。辛いものはほどほどにしようと思います。食べ物のお話はつい熱くなってしまいます。お話をチャングムに戻しましょう。王様の呼び方についてお話しいたします。チャングムのドラマに登場していた王様であるチュンジョン。チュンジョンというのは崩御後に贈られた尊号です。贈り名と言います。本人が生前にこの尊号で呼ばれたことはないのですが、現在では尊号で歴代王を呼称するのが常となっています。歴代王の贈り名には3種類あります。尊号が贈られた王様には2種類。チョとチョンです。尊号が贈られなかった王様には1種類。ゴンです。王様の業績の上で一番格上がチョ、次がチョン。尊号が贈られなかった王様がクンということになります。ただし、贈り名を贈った時の政治的な状況が反映されているため、必ずしも業績が正当に評価されたものではありません。王様のお妃様の呼び方についてお話しいたします。ワンビは王様の性質です。ワンフは王様の性質のうち追贈された場合。追贈とは亡くなった後に官職を贈ることです。同じ習慣が日本にもあります。亡くなった後に位が上がるのです。美よりも父の方が位が高くなります。追贈には先祖を敬う思いが込められています。王妃や側室の名前を見ていると、ユン氏、キム氏、パク氏など
姓が同じ人が多いです。どのぐらいの姓があるのでしょうか。お話ししていきます。中国は4000くらい。突然ですが、問題です。日本はいくつぐらい姓があるでしょうか。韓国はいくつぐらい姓があるでしょうか。正解は、日本は10万以上。韓国は300ぐらい。同じ姓だと分かりにくいということで、日本では地名などを名字として名乗るようになりました。日本だと名字で読んでも被る率が少ないですが、韓国や中国だと姓が少ないので被っちゃう率が高くなるのですね。韓国や中国でフルネームで呼び合うのはこの理由からでしょうか。ちなみに日本において姓と名字は異なります。違うものなのです。例えば織田信長の正式な名前を例にすると、平の阿孫、織田上総介三郎信長となります。平は源平統吉などの氏と呼ばれるものです。氏の後にはのが入ります。阿孫は姓です。朝廷からもらった士族の序列を表すものです。織田が名字です。これは地名などから名乗りました。苗の字と書いて名字というのは江戸時代に始まりました。血筋や血統が同じであるという証を込めた苗という文字を用いて名字と呼び始めました。ですが江戸時代よりも以前、古くは名の字と書いて名字です。上総介は官職の名前です。三郎は家名と言います。あざな、呼び名のことです。信長は意味名です。実名なので絶対呼ばないです。テレビなどで信長様と呼んでいますが、視聴者に分かりやすくしているだけで実際にはありえません。意味名を呼べるのは親か主君だけです。実名を呼ばれることは呪術的にアウトなのです。姓と名字は幕末まで並行して用いられました。明治の初めに名字を名乗るよう布告が出されました。
明治以降、名字プラス名前となりました。